こんにちは。京子ニッツにようこそいらっしゃいました。今回はご一緒にレースのスカーフを編みましょう。中細ソックヤーンを1玉弱で編むことのできるスカーフです。ラティスのレースの中央に玉編みのあるとても可愛らしい編み地です。レース模様を編みやすいように工夫していたら、ラティスがイチゴを思い出す形になったので、ストロベリーラティススカーフという名前にしました。玉編みとピンクで余計にイチゴを連想するスカーフになりました。玉編みはいろいろ呼び名があると思うのですが、この動画では玉編みと呼びますね。エストニアのハプサルレースでよく使われる玉編みの方法で編んでいます。作り目から往復で模様を繰り返して編むだけの長方形のスカーフです。今回中細ソックヤーンを1玉弱、約 85g で編めるサイズでご紹介します。完成サイズは幅が約26センチ、長さが約120センチです。模様の繰り返しを増減することでサイズ調整することができます。よかったらカスタマイズしてみてくださいね。構成を説明しますね。作り目をしてずっと往復に編みます。こちら側が作り目の側。自然にこんな風にギザギザになってくれます。模様を往復で繰り返して編んでいきます。左右に縁、エッジがあります。このエッジの内側にレース模様を編んでいきます。エッジはガーター編みになっています。ご存知のようにガーター編みは表裏がなくカールしたり伸びたりしません。レース模様はメリヤスベースで見た目がすっきりして綺麗ですが、この編み地だけだとカールしてしまったり伸びたりしてしまいます。ですがエッジがあることでスカーフ全体がしっかりします。編み終わり側がこちらです。最後は伏せ止めします。糸と用具の説明をしていきます。糸は中細糸を約 85g、340m です。この糸は私が大好きなソックヤーンです。せっかく編むのでお気に入りのものを使ってくださいね。糸の名前は概要欄に書いておきます。針は日本サイズ5号または海外サイズ 3.5mm の棒針です。80センチくらいの輪針でも編めます。今回私は輪針で編みました。あと使うものは目数マーカーを色違いで2個と3個、それから玉編みを編む時の補助として3色目のマーカーが4個あると便利です。色が違う方が間違い防止になります。マーカーは編み慣れている方は使わなくても大丈夫です。それからレースのショールやスカーフはブロッキングまたは成形と呼ばれる形を整える作業がほぼ必ず必要です。今回はウェットブロッキングの方法と身近なアイロン台とスチームアイロンを使う方法の2つをさらっとお見せします。必要な用具もその時ご紹介しますね。可愛らしい玉編みのレース、編むのは本当に楽しいですよ。ぜひ好きな色で編んでみてください。丁寧に説明していきますね。では編んでみましょう。それでは編んでいきましょう。好きな方法で緩めに49目作り目します。私は編み進む作り目の方法を使いますね。この方法だと糸端を無駄にせず作り目できますね。今針にかかっているのが1目目となります。緩めに全部で49目作り目していきます。2目目、3目目、4目目、5、6、これで全部で49目作り目します。
49目作り目できました。ここから1段ずっと表目を編んでいきます。1段ずっと表目です。ちょっと編みづらいのでゆっくり編んでいきましょう。最後まで表目を編みます。1段表目を編めました。ここでこの動画内で使う図の紹介をしますね。画面に図を表示しています。一般的な日本のパターンである編み図は作品全体を一つの図として表しますが、この動画内では部分的な編み方をお伝えするために使う図をチャートと呼びます。今表示しているチャートはこれから編む1往復のチャートです。チャートは編み地を表側から見た状態を示しています。往復で編むので、白は表側を見て編む段で右の矢印の側から編み、裏側を見て編む段はグレーで左側の矢印の側から編みます。ブランクの四角は表目です。マイナスの記号は裏目、丸は掛け目、漢字の人という字みたいな記号は左上2目1度、入るという字みたいな記号は右上2目1度です。41という数字は目数で、今49目あるうちの両側4目以外の目です。両側4目はショールのエッジになります。では1段目を編んでいきますね。1段目を編みながら以降の作業を楽にするためのマーカーを入れていきます。目数マーカーを2個と3個用意して編み始めてください。まず右側のエッジから表目を2目、左上2目1度、掛け目、そしたらマーカーを入れます。引き続いて10目表目を編んでまたマーカーを入れます。3、4、5、6、7、8、9、10、ここで右針にマーカーを入れます。また10目表目を編んでマーカーを入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここで右針にマーカーを入れます。また10目表目を編んで右針にマーカーを入れます。4、5、6、7、8、9、10、ここで右針にマーカーを入れます。そうしたら今度は11目表目を編みます。そうすると4目残るはずです。3、4、5、6、7、8、9、10、11、4目残っていますね。これが左側のエッジになります。マーカーを入れて左側のエッジを編みます。掛け目、右上2目1度、表目を2目、1段目が編めました。マーカー間の目数はこのようになっています。そしたら編み地を返して2段目を編みます。
裏側を見て編む段2段目です。エッジはガーター編みにするので、裏側を見て編む段では表目を編みます。表目を4目編みます。表目を4目、4目編めました。そうしたらマーカーを移動して、今度は4目最後残るところまで裏目を編んでいきます。裏目を編みます。青いマーカーまで裏目ですね。青いマーカーまで裏目、赤いマーカーは移動します。引き続き青いマーカーまで裏目を編んでいきます。あと少しで青いマーカーというところまで裏目を編んできました。青いマーカーは移動して最後の4目は表目に編みます。2段目が編めました。表側から見るとこんな感じになっています。マーカー間の目数は先ほど1段目を編んだ時と同じなのですが、念のため確認してくださいね。最初からマーカーをたくさん入れる指定にしてしまって少し煩雑になってしまってごめんなさい。でもこれで次のレースを編む作業が少し楽になると思います。次の段からレース模様です。玉編みもしますよ。進んでいきましょう。ではレース模様を編んでいきましょう。チャートを表示しています。エッジのチャートです。先ほど編んだ2段と同様に両側の4目はずっとこの編み方をしていきます。表側を見て編むとき2目一度や掛け目をして、裏側を見て編むときは表目を編みます。スカーフの最後までずっとこの編み方をしていきます。もう一つチャートを表示しました。エッジの内側の41目に編むレース模様のチャートです。赤い四角は繰り返しの意味で10目12段になっています。これを4回繰り返します。赤い四角の左側に1目ありますね。この模様は左側に1目足すことで編み地の中で模様が左右対称となります。繰り返しの境目にはすでにマーカーを入れていただいています。一番左側だけ11目になっています。さて、このチャートには玉編みの記号が入っています。5がついている記号です。図が小さくて見づらくてごめんなさい。表側を見て編む段で5目の編み出し増し目をします。裏側を見て編む段で編み出し増し目で増やした5目を一度に裏目に編みます。編み方は実演していきますので心配しないでくださいね。玉編みの補助として黄色のマーカーを使っていきますね。それでは編んでいきます。段1から玉編みがあります。まず右側のエッジを編んでいます。エッジが編めたらマーカーを移動して繰り返し1回目です。表1目、掛け目、右上2目一度、表を2目編んで、それから玉編みの5目の編み出し増し目をします。1目編んで掛け目、1目編んで掛け目、1目編む。これで
5目の編み出し増し目ができました。そしたら黄色いマーカーを入れておきます。そして表を2目、左上2目一度、掛け目、これで繰り返しの1回目終わりです。2回目、表を2目編んだら5目の編み出し増し目です。次ですね。表目編んで掛け目、表目編んで掛け目、表目、これで5目の編み出し増し目ができました。目印のマーカー入れます。表目を2目編んで左上2目一度、掛け目、繰り返しが終わりました。次の繰り返し、表を2目編んだら5目の編み出し増し目です。次ですね。表編んで掛け目、表編んで掛け目、表、5目の編み出し増し目ができました。目印のマーカー入れます。表を2目、左上2目一度、掛け目、マーカー移動、マーカー落ちましたね。でまた繰り返し、表1、掛け目、右上2目一度、表を2目編んだら5目の編み出し増し目です。表1、掛け目、表1、掛け目、表1、これで5目の編み出し増し目ができました。目印のマーカー入れます。表を2目編んで左上2目一度、掛け目、最後の1目です。そして左側のエッジを編みます。掛け目、右上2目一度、表を2目、段1が編めました。そうしたら編み地を返して段2を編んでいきます。段2を編む前、こんな感じになっています。5目の編み出し増し目、こんな感じになっていますね。ここもです。では編んでいきますね。まずエッジは表目を4目編みます。表目を4目、編めました。マーカーを移動して黄色いマーカーまで裏目を編みます。黄色いマーカーまで裏目、そしたらマーカーを外して引き続く5目を裏目の5目一度に編みます。4目滑り目して5目目を裏目に編み、滑り目した目を編んだ目にかぶせます。目を落とさないように気をつけて。できました。これで玉編みが1つできましたよ。そしたらまた黄色いマーカーまで裏目を編みます。
赤いマーカーまで来たら移動して裏目を編み続けます。赤いマーカーは移動、黄色いマーカーまで裏目です。黄色いマーカーまで来たらマーカーは外して引き続く5目を裏目の5目一度にします。4目滑り目、5目めを裏目に編み、滑った目を編んだ目にかぶせます。できました。玉編み2個目できましたよ。そしてまた黄色いマーカーまで裏目を編みます。赤いマーカーは移動、黄色いマーカーまで裏目です。黄色いマーカーまで来たらマーカー外して引き続く5目を裏目の5目一度です。4目滑り目、5目めを裏目に編み、滑った目を編んだ目にかぶせます。できました。そしてまた黄色いマーカーまで裏目です。赤いマーカーは移動、黄色いマーカーまで裏目です。黄色いマーカーまで来たらマーカー外して引き続く5目を裏目の5目一度です。4目滑り目、5目めを裏目に編み、滑った目を編んだ目にかぶせます。できました。そしたら今度はエッジのマーカーまで裏目です。青いマーカーまで裏目、青いマーカーは移動して残りの4目は表目に編みます。段2が編めました。玉編みがいくつか編めましたね。こんな感じですね。かわいいですね。段3を編んでいきます。表を2目、左上2目一度、掛け目、マーカーを移動します。そして赤い四角の繰り返し3段目です。表を2目、掛け目、右上2目一度、表を3目、左上2目一度、掛け目、表1、繰り返しが1回終わりました。2回目の繰り返し、表を2目、掛け目、右上2目一度、表を3目、左上2目一度、掛け目、表1目、繰り返しが終わりました。表を2目、掛け目、右上2目一度、表を3目、左上2目一度、掛け目、表目を1、
次の繰り返しです。表を2目、かけ目、右上2目一度、表を3目、左上2目一度、かけ目表1、そして最後の1目表を1です。マーカー移動してエッジです。かけ目、右上2目一度、表を2目、段3が編めました。模様が出てきましたね。玉編みも出てます。そして段4を編みます。両側のエッジがガーターになっているのがわかりますね。段4を編みます。裏側を見て編む段です。エッジは表目を4目編みます。マーカー移動して反対側のエッジの4目までずっと裏目を編みます。青いマーカーまで裏目を編みます。あと少しで青いマーカーというところまで裏目を編んできました。青いマーカーは移動してエッジの4目は表目です。段4が編めました。表側から見るとこんな感じになっています。ずいぶん模様が出てきましたね。さて画像はちょっとスキップしまして段5と6を編み終わったところです。模様がずいぶんはっきり見えるようになってきましたね。エッジもはっきりガーターっていうことがよくわかるようになってきました。次の段7はまた玉編みがあるので実演しますね。段7編んでいきます。まず右側のエッジ、エッジが編み終わったらマーカー移動してここですぐに5目の編み出し増し目です。表、かけ目、表目、かけ目、表目、これを一つの目に編んでいきます。編めたら目印のマーカーを入れます。そして表目を2目、左上2目一度、かけ目表目1、かけ目右上2目一度、表を2目、繰り返し1回目が終わりました。2回目です。またすぐ5目の編み出し増し目です。5目の編み出し増し目できました。目印のマーカー入れます。そして表2目、左上2目一度、かけ目表目1、かけ目右上2目一度、表2でまた繰り返し1回終わりです。またすぐに5目の編み出し増し目、表1、かけ目表1、かけ目表1、これを一つの目に編んでいきます。目印のマーカー入れて表2目、左上2目一度、かけ目表1、かけ目右上2目一度、表を2目、
次の繰り返しです。5目の編み出し増し目、表1かけ目、表1かけ目、表1。できました。目印のマーカー入れます。そして表を2目、左上2目一度、かけ目表1、かけ目右上2目一度、表を2目です。そしてこの最後の1目にまた5目の編み出し増し目をします。表1目、かけ目表1、かけ目表1。できました。でここで目印のマーカーはエッジのマーカーがあるので必要ないですね。左側のエッジを編んで、段7が編めました。編み地を返して段8を編みます。こんな感じになってますね。段8を編んでいきます。裏側を見て編む段です。エッジは表を4目。で、ここでマーカー移動したら、ここですぐに裏目の5目一度です。4目滑り目して、5目目を裏目に編み、滑り目した目を編んだ目にかぶせます。できました。また玉編みが1個できましたね。そしたら今度は黄色いマーカーまで裏目を編みます。黄色いマーカーまで裏目。黄色いマーカーまで来たらマーカーを外して裏目の5目一度です。4目滑り目。5目目を裏目に編み、滑った目を編んだ目にかぶせます。できました。で、赤いマーカーは移動してまた黄色いマーカーまで裏目です。黄色いマーカーまで裏目。黄色いマーカーまで来たらマーカーを外して裏目の5目一度。4目滑り目。5目目を裏目に編み、滑り目した目を編んだ目にかぶせます。できました。赤いマーカーは移動。黄色いマーカーまで裏目です。黄色いマーカーまで裏目を編みます。黄色いマーカーまで来たらマーカーを外して裏目の5目一度。4目滑り目。5目目を裏目に編み、滑り目した目を編んだ目にかぶせます。
できました。赤いマーカーは移動。黄色いマーカーまで裏目です。黄色いマーカーまで裏目。黄色いマーカーまで来たらマーカーは外して裏目の5目一度です。4目滑り目。5目目を裏目に編み、滑った目を編んだ目にかぶせます。できました。そしたらエッジのマーカーを移動して、エッジの4目は表目を編みます。段8が編めました。表側から見るとこんな感じです。さらに模様が出てきていますね。さて、また少しスキップして段12まで編めたところです。この12段の模様をあと29回、合計で30回繰り返します。少し長い道のりですが、30回繰り返すと約120センチ、20回だと約80センチのスカーフになります。お好きな長さまで編み進めてくださいね。繰り返しの回数とスカーフの完成の長さについては概要欄にも書いておきますので参考にしてください。合計30回繰り返して編んだところです。30回目の段12まで編みました。今こんな風に丸まっていますが、ブロッキングすれば平たく広がるので心配しなくて大丈夫です。駆け足で説明してしまいましたが、どうぞご自分のペースで編み進めてくださいね。あとは編み終わり作業として2段編んで伏せ止めすれば編む作業は終わりです。編み終わり作業に行きましょう。編み終わりの作業に入っていきますね。チャートを表示しています。このチャートの2段を編んで、あとは伏せ止めしていきます。それで編む作業は完了となります。最初の段、エッジはレース模様を編んでいた時と同様に編み、エッジの内側の41目は表目に編みます。編みますね。まず右側のエッジから表を2目編んで、左上2目一度、掛け目でエッジが編めました。そしたら4目残るところまでずっと表目を編みます。もう片側のエッジまで表目です。この青いマーカーまで表目を編みます。あと少しで青いマーカーというところまで表目を編んできました。青いマーカーまで編めました。そしたら掛け目、右上2目一度、表目を2目、これで1段目が編めました。そしたら編み地を返して2段目はすべての目を表目に編みます。マーカーがあったら外していきます。すべての目を表目に編みます。マーカーまで来たらマーカーは外していきます。
ずっと表目に編みます。すべての目を表目に編んで、マーカーも全部外しました。そしたら編み地を返して伏せ止めしていきます。伏せ止めは緩くしてください。かなり緩い感じです。これぐらい緩くて大丈夫です。なぜ緩くするかというと、成形するとき縁をギザギザにしやすいからです。きついとうまくギザギザになりません。伏せ止めはかぎ針を使ってしても良いです。今回の場合、かぎ針を使っても問題ないので、よかったら使ってみてください。この時も緩めに伏せ止めするのを忘れないでくださいね。編み地の最後まで伏せ止めしていきます。緩めに伏せ止めするのを忘れないでくださいね。こうして見ているとかなり緩いですね。このくらいで大丈夫です。成形するとき、この部分がギザギザに出っ張る部分です。編み地の最後まで伏せ止めしていってください。編み地の最後まで伏せ止めできました。そしたら少し糸端を残してカットします。さて次の作業なのですが、ブロッキング、つまり成形してから糸始末しようと思います。レースの編み地はブロッキングでとても伸びるので、先に糸始末すると編み地がつれてしまう可能性があるからです。では次、ブロッキングの作業に行きましょう。ではブロッキングしていきます。2つ方法を紹介しますね。最初はウェットブロッキングという方法です。使うのはブロッキング用のワイヤーとピンをさせるマットです。マットはホームセンターや100均で買える安いもので大丈夫です。ワイヤーとピンは必ず錆びないステンレス製のものを使ってくださいね。この道具の商品名を概要欄に書いておきますね。編み地に十分水を含ませてから洗濯機で脱水だけかけます。絶対に洗っちゃダメですよ。脱水だけです。そしてワイヤーを両側のエッジに通して形を整えてピンで固定します。そして乾くまで置いておきます。もう一つの方法は身近にある道具で手軽にできる方法です。アイロン台とスチームアイロンを使います。フォークピンというアイロン用のピンがあると良いです。このピンは少し大きな毛糸屋さんで買うことができます。フォークピンはアイロンを近づけることができるよう倒して刺すのがコツです。スカーフは長いので部分的にスチームアイロンをかけて冷めてから次の位置の作業をします。今回の編み地は玉編みがあるので、この画像では裏側を上にしていますが、玉編みが潰れないようスチームアイロンは表側を上にしてかけるのが良いかもしれません。ピンやアイロンにはくれぐれも気をつけて作業してくださいね。ブロッキングで編み地が伸びたら糸始末していきます。最後の作業です。糸始末していきます。
とじ針を使って糸始末していきますね。編み始めの糸端も編み終わりの糸端もエッジに始末していくと良いです。糸始末するエッジは表側でも裏側でも大丈夫です。とじ針で編み地の糸を拾っていって糸端を編み地に通していきます。エッジの糸を拾っていきます。とじ針の先を使って拾っていきます。こんな感じですね。ここに糸を通していきます。通した糸がきつくならないように少し伸ばしてやります。そして向きを変えて糸端をまた入れていきます。最初に通した経路を逆にたどって入れるとしっかり糸始末できます。もしスカーフの途中で糸を継ぐ場合、編み地の途中ではなく端で糸換えをするとエッジに糸始末すればよいので楽です。編み地の途中で糸換えをした場合は模様の糸が多く集まっている箇所に糸始末してください。そうすると目立たないです。ここに糸を通していきますね。やっぱりきつくならないように気をつけて糸を引きます。できました。きれいに糸始末できましたね。もう片方も同じように糸始末してください。可愛らしいレースのスカーフ、完成まで楽しんでいただけましたでしょうか。まだ編んでいる方、どうぞゆっくり編んでくださいね。最後までご覧くださってありがとうございます。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。